こんにちは、もとこです。本日ご紹介する作品はこちら。こちらのフラワーモチーフのグラニースクエアのトートバッグの編み方をご紹介したいと思います。こちらはですね、キーティのコードアイブトですね、ちょっと太めの方で編みました。で、こちらもほんと白で絶対編みたいなと思って白で編み始めたんですが、この白、写真で見たり動画で見ると、ただの白に見えるかなと思うんですけど、白ってすごくほんと絶妙な塩梅で、すごく見え方が変わってくるんですね。例えば、これも白だし、これも白だし、言ってしまえばこのリモコンだって白。で、画面上ではまあ似たようなもんって感じなんですけど、白の具合で全然見え方が変わってきて、例えばこういう真っ白だと、ちょっと太陽の光が当たった時にちょっとグレイッシュに見えて、ちょっとくすんで、気持ち汚れた感じに見えるというかですね、ちょっとくすんだ感じに見えたりとか、ちょっとこういう風に黄色が強いと黄身っぽくなってしまったりとかするんですね。なので、もうやっぱりお洋服にした時が特に顕著に出ると思うんですけど、太陽の下、外でお出かけした時、人の肌に乗った時に絶対綺麗に見える白が作りたいなと思って作ったのが、こちらの白になります。で、これ、お買い求めになられたり手に取られた方はわかると思うんですけど、よく見ると、白が、3種類ぐらいの白が混ざって作られてるんですね。作られてるというか、作ったんですけど、白を混ぜて作ることによって、絶妙な奥行きとニュアンスが出て、しかも真っ白すぎず黄色くなくグレイッシュにならない絶妙なこの間を取って作った白になります。なので、こうやってお洋服に合わせた時に変に浮いたりとか、ハンドメイド感が出すぎなかったりとか、なんかすごくバランスが良くおしゃれに見える白いレーシーなトートバッグを作りました。でね、ちょっとこれね、アイボリーっぽい色を混ぜたりしてるんですけど、ちょっと黄身っぽい白。なんか気持ちヴィンテージっぽい雰囲気も出したかったので、ちょっとそういう感じに。わかんないんですよね、動画とか画面じゃ。ぜひお手に取って見てもらいたいなと思ってます。それで、こちらを編みました。もう超可愛いんですよ。で、お花のちょっと可愛い感じと、それをぐるっと囲むように方眼編みを編んでるんですね。で、その方眼編みの間にパブコーンを散らして、最後周りのスカラップ。こっちの方が見えやすいかな。玉編みでちょっと花びらっぽく作ってるんですけど、この花びらっぽいちょっとガーリーロマンチックな感じと、この方眼編みのちょっとキカっぽいソリッドな感じで、なんて言うんですかね。ちょっと、いろんな要素を、ミックスさせた柄になっております。ただ可愛いとか、ただなんかちょっとただこれとかじゃなくて、ミックスすることで今っぽい、ちょっとモード感のある服だったりとか、もう本当に夏のサマーファッションとかにも、いろんなコーディネートに合うような、ちょっとグラニーで、ヴィンテージ感があるんだけど、ちゃんと都会的な要素もあるよっていうようなバッグにしたくて作りました。思いがこもってるから息が切れちゃう。で、ここのハンドルの部分も最後ピコット、全部長編みなんです。長編みでシンプルに作ってるんですけど、間にピコットを挟むことで、ちょっと可愛い要素を入れてます。で、ここに紐をちょっと飾りでつけて、端っこは玉編み。でね、これ自体はモチーフを、中心の部分のモチーフを編んで、鉢のスカラップを編むときに、全部つなぎ合わせてます。なので、閉じはぎもすごく少ないので、作りやすい作品になったんじゃないかなと思っております。はい。もうとにかくね、可愛いんです。荷物もいっぱい入るし、可愛いんで、ぜひ作ってもらいたい。で、ちょっと8枚も編みたくないモチーフって方は、こんな感じで、これ1玉でギリッギリ。ギリギリ。もう本当に残り3、4グラム残ったかなってぐらいなんですけど、1玉でこれは作れます。このモチーフ2枚と、ちっちゃいスレッドコードのハンドルをつけるぐらい。これはこれでね、めっちゃ可愛い。こういうのも作れます。なので、一玉でぜひこちらを作っていただいても可愛いです。ちなみにこれはフロスティーグレーというお色になってます。これもね、すごくね、クールでロマンチックだけど、ちょっとシャープな雰囲気を出してくれて、めちゃめちゃ可愛いって感じになっております。ぜひ、この春にですね、1個編んでみてください。もう本当に可愛い、こんな感じ。超可愛いんですよ。
ぜひおすすめしたい自信作になりました。ぜひぜひ編んでみてください。こちらの作品ですね、オンラインストアで糸、編み図販売します。で、そちらの URL 概要欄に記載しますので、ぜひぜひ編み始める前に見ていただけたらと思います。で、概要欄にその他にチャプターや、オンラインストアの URL、SNS の URL、目次代わりのチャプター、あと道具何使ったとか、糸どのくらい使ったも記載するので、もしよかったら見てみてください。それでは早速、編んでいくぞー。本日はこちらの糸を使って編んでいきます。キーティーキーティーキーティーのオリジナル糸コード。こちらはフロスティーグレーというお色になっております。そして使用するかぎ針は5号針。結構ね、この色グレーッシュに見えるんですけど、ちょっと薄いグリーンのようなお色ですごくニュアンスのあるおしゃれなカラーとなっております。で、途中から仕上げはこちらの、ホワイト、コードのホワイトで仕上げていきます。で、このホワイトもかなりこだわって作っていて、本当に白で本当にいろんな種類があって、代表的なところで言うとサラシ、アイボリー、オフホワイト、クリームなどあるんですけど、ただの白にせずに奥行きを出したくって、結構白っぽい糸とクリームっぽい、ちょっとオフホワイトっぽい糸と混ぜて作ってるホワイトになります。これでかなりフラットになりすぎず、変に黄色く触れたり、グレーッシュにならないおしゃれな白表現したお色となっております。それではですね、まずはモチーフを編んでいきます。こんな感じのモチーフ、全部で7段のモチーフになっていて、全部で8段ですね。6、7、8段。ちょっと数字間違えてますね。で、8段のモチーフで、8段目でモチーフ同士をつなぎ合わせていくというやり方になります。なので、まずは7段目。このぐるっと細編みの段までですね、モチーフを一気に編んでいただいて、で、最後、この8段目で剥ぎ合わせていくという方法で編んでいきます。なので、まずは7段目までを全部で8枚編みます。それではまずは1段目のこのお花を編んでいきます。まず作り目を鎖5目で編みます。それでは編んでいきます。まずは鎖編みを5目。ここから1、2、3、4、5目編みます。そして5目編めたら、この1目目の鎖に針を入れて、くるっとちょっと回して、引き抜き編みでこの輪を閉じて輪っかにします。そしたらこの1段目のお花を編んでいきます。まずここで今閉じ終わってるとこの黒い点が引き抜き編みのマークです。で、ここから1、2、3、4目鎖編みを編んで、長々編みを編みます。で、この長々編みあると思うんですけど、編むときはもうこの鎖5目の真ん中にスポット針を入れて編みくるんでしまいます。で、鎖3目で長々編み2目の玉編みを編んだら鎖4目でここの細編みに戻ってくる。で、この細編みもこの鎖5目を底にすくって針をスポッと入れて細編みを編みます。で、鎖4目編んだら長々編み2目の玉編み、鎖3目、長々編み2目の玉編み、鎖4目という感じで編んでいきます。完成形はなんか花びら4枚のお花のような形になっていきます。それでは編んでいきます。1段目。1、2、3、4目鎖編みを編んだら、長々編みなので針に2回糸を巻きつけます。で、この輪にした鎖編み5目の中にスポッと針を入れまして、針に糸をかけて引き出す。で、ここから針に糸をかけて、長々編みを編んで、まずは1枚目の花びらの右側っていうんですかね、ができました。で、1、2、3、4目。間違えた。3目です。ここ3目。花びらのこの真ん中は鎖3目。
で、次、長々編み2目の玉編みを編みます。針を鎖5目の中にスポッと入れて、糸2回巻きつけて、輪っかの中にスポッと入れて、長々編みを途中まで。で、また2回針に糸を巻きつけて、長々編みを途中まで。で、この針にかかってる3本を一気に引き抜くと、長々編み2目の玉編みができました。そしたらこういう風に花びらにしていきたいので、ここで1、2、3、4目編むと、この中心に戻ってこれるっていう仕組みの1段目になっております。で、この5目に花びら4枚分入ってくるので、ちょっと詰め気味で編みます。で、次の花びら編む。1、2、3、4目鎖編み編んだら、長々編み2目の玉編み。で、一気に引き抜く。で、1、2、3目編んだら、隣の花びら。で、この針にかかってる3本引き抜く。1、2、3、4目。で、またここに戻ってきて、はい。こんな感じで花びらを4枚作っていきます。そしたら花びら4枚編めて、ここの小判編みまで編めました。そしたら鎖4目を編んで、この一番最初の長々編みのこの頭に引き抜き編みをして、こう編んでいって、ここに戻ってきます。1、2、3、4で、引き抜き編みをして、こんな感じで1段目が完成です。そしたら2段目は四角く編んでいきます。まず、ここから編みたいので、今ここで編み終わってて、引き抜き編みを1目編んで、ここに来ます。で、立ち上がり鎖3目編んで、また3目3目全部で9目編んだら、次長編みをこの鎖3目即ですくって編みます。で、鎖7目でこの鎖3目即ですくって長編み鎖6目長編み鎖7目とぐるーっと編んで、最後鎖3目の3目目に引き抜き編みで留めます。で、このピンクの鎖とピンクじゃない鎖の意味なんですけど、その次の段でこのピンクの鎖が前段に来るところは割って編むよという意味になってます。ここ即ですくうんじゃなくて、この鎖を割って編んでねという意味になります。ちょっとここ全部埋まっちゃってるんですが、この次の段長編みですね。この長編みは鎖を割って編みます。それでは2段目編みます。ここのスポット引き抜き編みを1目します。これで鎖に移動しました。ここから1、2、3目目。3目目に、はい、印をつけておきます。で、1、2、3、4、5、6。そして、この鎖3目を即にすくって、長で、1、2、3、4、5、6、7目編んだら、また、この鎖3目即ですくって、長編み、1、2、3、4、5、6目、鎖編み、即ですくって長編み。こんな風に編んでいきます。
2段目ぐるーっと編んできて、こんな風に四角くなりました。そしたら立ち上がり鎖3目の3目目に針を入れて引き抜きます。はい。これで2段目が完成です。次は3段目です。3段目。この前段、さっき言ったピンクのところを割って、長編みを編みつつ、長編み、鎖、長編み、鎖、長編みを3つ、間にこの長編み5目のパブコンが入ってきます。まずは、引き抜き編みで移動します。ここまで、1、2、3目引き抜いて、ここから鎖3目で立ち上がって、さらに鎖6目、全部で9目編む。で、ここの鎖を割って長編み。で、鎖1目編んだら次、ここの鎖を割って長編み。鎖1目、ここの鎖を割って長編みと編んでいって、ここで長編み5目のパブコン。で、あとはこの一辺を同じように繰り返して編んでいって、最初の立ち上がり鎖3目の3目目に引き抜いて止めるという風に編んでいきます。そしたら編んでいきます。隣に移動していきます。1目、2目、3目。鎖を割って移動しています。こんな風に。で、ここから1、2、3目編んで、1、2、3、4、5、6と編みます。そうしたら、まず、この移動したこの3目目、4目目を割って、長編み。そして鎖1目を編んだら、今度1目飛ばして隣の鎖を割って拾って長編み。鎖1目編んだら、この長編みの横のこの鎖を割って長編み。こんな風に鎖の中に針を入れて、割って編みます。はい。そしたら次はパブコン。次の鎖に長編みを5目編み入れます。1、2、3、4、5。で、一旦針を外して、1、2、3、4、5。この5目編んだ1目目の頭の長編みの頭の鎖に針を入れて、もう一回この輪っかに針を戻して、この輪っかを引き抜きます。で、鎖1目。これで長編み5目のパブコンが編めました。そしたらまた隣の鎖も割って、長編み、鎖1目、長編み、鎖1目、はい、こんな感じですね。これでここの一辺ができました。で、同じように全部の辺に編んでいきます。で、1、2、3、4、5、6。そしてまた同じように編んでいく。で、基本的に、これで6段目まで編んでいきます。で、4段目と6段目はパブコンなしで、この長編み1、鎖1のモーガン編みですね。で、3、5が先ほど編んだ長編み5目のパブコンが入ってきます。間に。こちらが水。今3段目を編んでます。で、4段目は
ご覧の通りパブコーンなし。で、5段目は間にパブコーン。で、6段目もパブコーンなし。という風に編んでいきます。結構ね、そんなに難しいことはないとは思います。で、このピンクになってないこの鎖ですね。ここはもう即に拾って、鎖割ったりせずに即にすくって編んでいってください。ぐるっと編んできました。そしたらここ引き抜き編みをした場所なんですが、この引き抜き編みをしたところも、この引き抜き編みの鎖を割って編んでいきます。こんな感じ。で、鎖1目で引き抜くと。そしたらですね、4段目今から編みます。で、ちょっと途中まで編んだんですが、ちょっと前段と違うところを簡単に説明しようかなと思います。ここの角を割って編むまでは一緒。で、前段が鎖のところを側ですくって編む。違うところと言ったら鎖を割らないっていうところぐらいなんですが、こんな感じで前段の鎖を側ですくって編んでいきます。で、この前段のパブコーンのところはこのパブコーンの頭のこの鎖を拾って長編みを編みます。こんな風に編まれていきます。はい、6段目まで編み終わりました。それでは次7段目です。7段目はもうすべての目を拾って細編みを編みます。鎖編みは側で拾います。で、ここ細編みが1目に対して1目あって、この角の部分だけ鎖1目が入ってきます。それでは編んでいきます。立ち上がり鎖1目編んだら、ここはこの前段鎖3目の3目目に針を入れて引き抜いたと思うんですが、また3目目に針を入れて細編みを編みます。で、今度ここ鎖3目はまず側ですくって編みます。こんな感じで、間鎖1目編んで、また細編みを1、2、3目で、前段が長編みの場所は長編みの頭に細編み、鎖編みのところは側ですくって細編み、こんな風にしてぐるっと細編みを一周編んでいきます。ぐるっと編んできて引き抜き編みで留めます。ちょっとね、このふにゃふにゃっとなるんですが、すべて剥ぎ合わせてバッグの形になったらこのふにゃふにゃなくなるので安心してください。それでは1枚目はぐるっと縁のモチーフも編みます。で、2枚目からは2枚目からというか2枚目以降ですね。2枚目以降は、この縁の飾りを編みながらモチーフ同士をつなげていきます。で、まず柄ですね。柄は、これが一模様です。鎖2目、長編み3目の玉編み、鎖3目、長編み3目の玉編み、鎖3目、長編み3目の玉編み、鎖2目、細編み。これが一つの模様。で、このちょっとグレーになってるところ、ここの一目で、反対側の模様とつなぎます。こんな感じですね。ここが、こういう風につながって、この模様の鎖3目の鎖1、2目目で次のこの隣のモチーフとつなげて編んでいくと、こんな風に、モチーフとモチーフがつながっていきます。それでは8段目編んでいきます。立ち上がり鎖1目を編んだら、細編みを編みます。で、鎖2目を編んで、次この角の部分を編んでいくので、ここに細編み3目、細編み3目の間に鎖1目があると思うのですが、ここの部分に、この玉編み、長編み3目の
玉編みを編んでいきます。ちょっと修正します。長編み3目の玉編みだとちょっとムチムチしちゃったので、長編み2目の玉編みに変更します。で、先ほどちょっと長編み3目の玉編みを編んだのですが、ここは長編み2目の玉編みにして編んでいきます。途中までの長編みを2目編んで引き抜く。で、1、2、3目。で、この玉編み、長編み2目の玉編みを同じ場所に3目編みます。で、鎖2目。で、1、2、3目飛ばして次の目に1、2目編んで、1、2、3目飛ばして次の目にまた長編み2目の玉編み編んで鎖3目、長編み2目の玉編み1、2、3で、1、2、3目で次、細編みと。こんな風にして編んでいきます。編んできました。そしたら1目目に針を入れて引き抜く。これでモチーフが完成となります。で、とりあえずはこの中心の細編みの部分までですね、7段目までを必要な枚数編んで、外側を剥ぎ合わせるときに、外側を編むときにこう剥ぎ合わせながら編んでいきます。ちなみに4枚剥ぎ合わせるとこういう感じになります。で、この4枚が表側裏側という感じでペタッと、ペタッと、そうですね。この次の4枚編むときにこの縁を拾ってバッグ状にしていきます。それではこの4枚のピースをつなげたものとつなげながら、ここの編み方と、編み方は先ほど説明したんですけど、つなげ方をちょっと説明していきたいと思います。そしたらこんな感じでつなげていきます。この黒いつりつぶしたとことこことここ、こことここ、こことここを、つなぎながらモチーフを編んでいきます。それでは編んでいきます。まず立ち上がり鎖1目、鎖2目編んで、この間の鎖編みに長編み2目の玉編みで、鎖に3目編んで、もう一度長編み2目の玉編みを編みます。そしたらですね、こことここをつないでいきます。ちょっとこの位置だと編みにくいので逆にしますね。で、こんな感じで編んでる方を左に、つなげる方を右にすると編みやすいと思います。ただまず鎖1目を編む。そしたらつなぎ合わせたいところ、ここですね。ここに針を入れて、この今外した鎖を引き抜きます。で、鎖1目。これで模様がつながりました。そしたら3目目の鎖を編んで、またモチーフの8段目の模様を編みます。もうこれだけでつながります。なので、モチーフ同士を剥ぎ合わせる手間とかもかからないので、この柄なんていうんですかね、この柄でつないでいくのは結構、モチーフ編みだと結構楽ちんな編み方なのではないかと思ってます。で、次からはこの2箇所をここ玉編みと玉編みの間のここをつないでいくので、玉編み1つ編んだら、また先ほどと同じように鎖1目でつなぐとこに針を入れて、この輪っかを
引き抜いて、1目。はい。鎖3目目。で、また玉。もうこれだけですね。これを、場所を間違えないように気をつけながら、編んでいくと、バッグの形状になりますね。で、鎖に。で、ここ今、玉3つ編んで、1つ模様が編んで、鎖2目編めました。そしたら、細編み。これで1模様分編めて、ここがつながりました。これをひたすらと編んでいきます。そんな感じで、4枚をつないで、で、その次の6枚目、5枚目ですね。編んでるんですが、ここから袋状になるようにつないでいきます。今、ここを、つなぎ終わったんですが、これをこのようにして、折り曲げて、こんな風にします。そして、今この角の部分、玉編み2つ編めてるんですが、この次の、鎖1目編んだら、この次の模様ですね。ここと、つないで、柄を編みながらつないで、袋状にしながら、編んでいきます。そうすると、こんな感じで、なんていうんですかね、袋状になっていきます。で、今次の模様の玉編みが編めて、鎖1目が編めました。そしたらまた、この次の模様の手前側に針を入れて、次の鎖編みを編むともう1目編みます。で、玉編み。で、鎖1目編んだら、また次の鎖3目に針を入れて、鎖編みでまた玉編み。こんな感じでバッグの底の部分も編んでいきます。で、モチーフの角の部分もこんな感じで拾ってます。わかりますかね？ 1、2、3枚お花のような玉編みがあって、1、2の1個と2個目の間でここつないで、ここもここつないで、で、次のこの角でこことここをつないで、こんな風にモチーフの角が合わさるところは、つないでいきます。この状態なので、この角、一つの角が合わさったら、また、まずはこのモチーフの、ここの部分はですね、このモチーフの柄だけを編むという風に、ちょっと、全部のパーツで説明するのは難しいんですが、編み図を見つつ、編みつつで、
モチーフをつなげながら編んでいっていただけたらと思います。こんな感じで8枚のモチーフが袋状になりました。すべてのモチーフがこの一番最後の段のこの柄でつながっております。こんな感じです。それではハンドル編んでいきます。まず鎖編み5目で作り目2、3、4、5。そしたら、まず1段目は長編みを5目します。立ち上がり鎖3目。で、この3目は長編み1目とカウントするので、残り長編みを4目。で、作り目の鎖は割って、裏山と鎖1本拾って編みます。たらですね、2段目以降、各段、次の段に移るときにピコットを編みます。鎖1目を編む。そしたら、ここからまた1、2、3目編みます。全部で4目ですね、鎖。そしたら、鎖1目編んで、もう3目編んだこの3目のこれ全部で言うと2目目ですね。に針を入れて引き抜いて、鎖3目のピコットを編みます。そして鎖1目を編む。で、これで次の段に移ります。で、ここから長編みを5目。1、2、3、4。で、はい、5目編めました。これを繰り返します。鎖1目、1、2、3目編んで、2目目に針入れて引き抜いてピコットで鎖1目で長編み5目。これを全部で43段ですね。編んでいきます。こんな感じになります。これを2本編みます。この長編みのストラップじゃないハンドルなんですけど、ちょっとピコットがこんな風に出て可愛く編めました。ハンドルの編み図はこんな感じです。全部で43段、編んでいきます。それではですね、スレッドコードですね。全部で130センチのスレッドコードを編みます。糸端を130センチの約 3.5 倍ほどの糸を残して、こっち側糸玉ですね。そこからこの模様を2つ編んで、スレッドコードの飾りを編みつつ、スレッドコードを編んでいきます。それでは、今、右側にあるのが糸 B、約130センチの約 3.5 倍の糸。で、ここから編んでいきます。まずは、鎖編みを、1、2、3、4目。編んだら、長々編みを3目途中まで編みます。この1目目に編み入れます。針に2回。糸を巻きつけて、先ほど編んだ鎖4目の1目目に針を入れて、長編み途中までです。で、また針に2回糸を巻きつけて、長編み。途中までの長編みをまず3目編む。で、ここで一気にこの針にかかってる4本を引き抜きます。これで長々編み4目の玉編みが1個編めました。で、これ同じように編んでいきます。鎖編み4目。で、長々編みをこの鎖1目のここですね。ここ拾って、編みます。これで長々編みの玉編みが、2目
編めました。そしたらこれを向こう側に、下の糸 B の糸を向こう側に持っていきます。こんな感じ。2つに折って、これをスレッドコードの端の飾りとします。で、ここからスレッドコードを編みます。糸 B かけて、糸 A かけて、引き抜く。糸 B かけて、糸 A かけて、引き抜く。B かけて、A かけて引き抜く。これを繰り返していって130センチ編んでいきます。130センチのスレッドコードを編めました。そしたらここから1、2、3、4目編んで、また長々編み4目の玉編みを2目編みます。で一応この鎖3目ですね。鎖3目が立ち上がりとなるので、こんな感じ。で、引き抜いて、また1、2、3、4目編んで、長々編みを途中までを3目編む。で、引き抜くと。で、これを2つに折って糸を留めます。一旦糸はカットします。そしたら、この2本をこんな感じでですね、この2本糸始末していきます。では、ハンドルをつけていきます。このような形でですね、こう縫い付けています。場所は、ちょうどここに、縁のスカラップが1個、2個、3個目、中心から3つ目の、スカラップの裏側に縫い付けていきます。糸端を少し長めに残しておいたので、それを使います。で、もし残ってないよって方は、全然糸別でつけて縫い付けていっても問題ないです。で、ここの、一番この玉編みが編まれてる段。で、こことここ2箇所縫い付けていく感じにします。こんな風に裏側に当てます。編み図にも位置記載しておきます。で、ちょうどこの方眼編みのこの長編みの頭がここ揃ってるここら辺のライン上にこんな風にかがってつけていきます。で、また今度ここのラインに、ちょうど1段分ですね、のラインに縫い付けたいので、この端をちょっとくるくるっとして上に糸を渡します。そして、ここはなんか返し縫いをするイメージ
向こう側の細編みの足を拾って手前に出して、こんな感じでかがっていきます。で、まあ今こうハンドルをこうペラペラしながら縫い付けたんですが、このザクッと針を向こう側に刺してでやっても糸の色は同じなので、そんなにすっごく目立つわけじゃないので、難しくないやりやすい方向でつけていただけたらと思います。こんな感じでハンドルがつきました。それではスレッドコードを通します。スレッドコードは結構ザクザクっと通していきたくて、この玉編みが編まれてないここの段の角の大きいとこを通して、またこの角の通します。で、ここはペロンと紐を垂らす感じ。で、このサイドのここの部分は、この方眼編みの一目に通して、反対側も同じ場所に通して、という風に通していきます。ここ中心です。で、この玉をちょっとキュッとして、ここはね、大きいからそんなに通しにくかったりはしないんですが、こんな感じで結構ザクッと、これの紐はあくまで、飾りみたいな感じになると思うので、そんな細かくは通しません。で、次ここです。こんな感じで裏返して同じ場所に通していきます。はい。で、紐の長さを揃えて、軽く結びます。蝶々結びとかしても可愛いと思います。軽くね、キュッて上を閉じるというか、軽く絞る感じでもいいかなと思います。こんな感じ。で、紐が通って軽く結んだら完成です。ちなみにモチーフ2枚でミニバッグも作ってみました。これはちなみにもう全部1玉です。ギリギリ2グラム、2グラム、残ったぐらいかなりギリギリで作ってます。なのでこちらも一応キット編み図販売しようと思ってます。編み図を見ながら編める方はぜひ編んでみてください。で、その際は結構ギリギリなので、あまり余裕を、糸端ビヨーンって余裕を持たずにギリギリで作って節約しながら作っていただいた方がいいかなと思ってます。で、ポイントとしてはモチーフをもう2枚先ほどのトートバッグと同じようにつなげて、ここですね、スカラップのここの玉編みのこんな感じで紐を通して結んでる、スレッドコードを結んでるという感じになります。こんな感じ。ぜひこちらも編んでいただけたらと思います。それではネームつけていきます。こんな感じですね。この中心で、これ前中心になります。紐が下がるとこ。なので、どうしようかな。好きなとこにつけてもいいんですが、なんとなく
前はリボンで、後ろにこう、ネームがある感じとかでもいいですよね。どうしようかな。前につけようと思います。本当にお好みのところにつけていただけたらと思います。ネームつきました。これで完成です。それではサイズを測ります。横幅が34センチ。高さが36センチですね。で、ハンドルが42センチとなっております。重さが154グラム。4玉で完成です。キティキティキティの書籍3冊現在発売中です。ぜひぜひそちらもご覧になってみてください。